皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は代わり毘沙門結構の刺し子付近を制作していきます。今回で3回目になります。よろしくお願いいたします。今日から刺し子に入っていこうと思います。少し前から刺し子始めておりました。なので、まずは1回目2回目の動画の簡単な振り返り、そして実際ここまで刺し子したこの刺し順なんかをお話しして、その後に刺し子していこうと思っています。まずは1回目2回目の振り返りから簡単にお話しさせていただきますと、1回目はまず紙に書く。この練習ですね。今見ていただいているのは、写方眼をベースに代わり毘沙門結構を書いてます。あと、もう一つ、方眼ベースに代わり毘沙門結構も書いてます。そのあたりは1回目の動画を見ていただければと思います。で、今回さらしに移すにあたっては、この写方眼ベースでのものを使って移しました。1回目は、とにかく紙に書くまでの練習で書いてみてこんな感じでしたという話をしました。2回目になってから今見ていただいているこの付近の水色の部分ですね。ここを実際に書くという動画を投稿しました。それがこれを写したものですね。なのでもう2回目はひたすらこう書いているところを写しました。で、3回目に入りまして、これが今回の動画になるんですけれども、少し指し進めていました。刺し子糸はこちらを使っています。で、もともとね、きっかけでお話しした、こちらのユニボール1のこのパッケージの模様を見た時から、これ作りたいなっていうふうに思っていて、で、それを今ね、実際やってるんですけど、そういう理由もありましたので、似たような色を選びました。はい。で、そしたらですね、今どこまで行ってるかというと、まずは、外枠をぐるっと一周差し越しました。そして、じゃあその後どういう風に進んでいるかっていうと、まっすぐ、ざっくりな流れとしては、外枠は終わっています。で、その次行くのは、基本は、とにかくまっすぐ差し進められるところ。もうちょっと言うと、例えばこの外枠から反対側の外枠までこういう風に一本でね、途切れることなくいける線ってところどころあるんですよ。この斜めの部分と、あとまっすぐな部分と、っていうのがあるんですよね。で、まずはその途切れなくまっすぐ進めるところ、そこを埋めるっていうところを今やろうと思って進めています。で、その途切れず進めるところのラインが終わった後に、この中の部分ですよね。ここの途切れるんですよ。途切れになるから、外枠から外枠までこうビーッとね、一直線にはいけないっていうところがどうしても出てくるんですよね。で、それはね、この今やっているまっすぐ進めるところ、ここを全部埋めた後に、このね、中の細かいところに進んでいこうと思っています。はい。で、今ね、このまっすぐな線をどういう風にやってるかっていうと、単純にもしやるとするならば、ほんと縦は縦で淡々と、真ん中から進めてもどっちでもいいんですけど、ここのね、まっすぐな部分を、一回刺して糸切って、で、一回また刺して糸切ってってやって、こういう風にやっていくと、順序よくいけるなっていうのはあるんですよね。で、その後に、例えば、斜めに行くとかね。この斜めに行けるところをひたすら、糸端をね、処理してやっていく。わかりやすいといえばわかりやすいですね、その方が。で、もちろんそれでもいいんですけど、私は、大体こう、ひたすらこういう風にね、やってきたときに、
この糸を、私今回これ両手2回分くらいで、測ってというかね、両手2回分で切って糸を通して、で、ある程度まだもうちょっと残ってるんですけれども、できるだけこれをね、通してから刺し始めたら、なんとかそのままずーっと刺し続けるラインを探しながら行ってるんですよ。なので、そのために、今刺してるのはどういう風に行ったかっていうと、ここから行ってるんですね。ここの下からぐーっと上まで、ここまで行きました。そしたら、ここで、もちろんこっちでもいいんですけど、私はたまたまこっちに行きました。このままね、行けるから。で、ここまで来たら、見ていただきますとこういう感じですけど、ここですね。ここに来るんですよ。こちらからぐーっと来るとここに来る。で、もしまっすぐなところだけ行くとするならば、ここの外枠のところを沿わせるように糸を通してですね、ここまで来て、こちらからこういう風にまっすぐ来ればいいんですよ。そうするとこのままこういう風に行けて、ここも同じですよね。ここ外枠行って、で、ここ手前まで来て、そして今、ここを向かってるっていう感じなんですよ。単純にね、そうやってももちろんいいんですよ。でも私それはパッと思いついたんですよ。そういう風に行けるところこういう風にね、行こうみたいな風に思ってやってるんですけど、なんとなく予想としてね、後に中側のどうしても糸が、線がね、途切れるところを、なんとか多分やっていくんですよ。で、やっていく中で、最後絶対これ端っこ余るな。ここのね、ここの端っこ余って、ちょっとやりにくいなとか思いながら最後やるんだろうなっていうのがなんとなく予測つくので、それだったら私、ここのラインですよね。ここのラインとこちらのラインの、ここの中のこちゃこちゃした部分をですね、例えばさっき言ったようにこう来るじゃないですか。そしたらここ近いでしょ？近いとこ埋めちゃいたいみたいなね。後々残りそうなところをね、埋めてしまいたい。で、ここをタタタッと埋めて、そしてここに来て、またこう来て。で、ここまで来たら、ここの近い分をタタタッと、後に余りそうな部分をね、差し残りになってしまいそうな部分をもう近くに来た時にやって、こういうふうに来ようと思ったわけですね。それで、ここと、ここの部分を少しだけやってます。ここの部分ね。ここの部分。裏から見ると、こういう感じですね。ここですね。まだちょっとやっぱり部分的にこういう感じなので分かりにくいと思うんですけど、ここ本当はもう繋がってるんですよ。でもそれはね、後にね、ここゾーンをやった時にね、繋がるはずなんですね。はい。それはおいおい見ていただこうかなと思うんですけど、なので、ここからは実際差し越していきますので、ここまでまず、ここはね、道なりまっすぐ行きます。行ったら、先ほど言ったように、ここの、こちょこちょこちょってここですね。ここをついでにやってしまおうと。近いから、通り道だから。やってあげたらこっちに行こう。というふうに思っています。多分、まだ糸がそれなりにあるので、少なくとも、ここの折り返しの時のここの部分はできるような気がしているので、今日はね、そこまでやろうかなと思っています。はい。では、ここから実際に差し越していきます。針目に関しては、もう今回は、一区画に2目ずつ入れていこうと思ってます。一区画ってどういうことってなるんですけど、これ斜方眼で見ていた。斜方眼が見えるかな？どうかな？見えるかどうか難しいんですけど、これ斜方眼を一区画として、例えば、ここは一区画入ってる。この線で例えば説明するとですね。この部分で説明すると、じゃあここからここまでだったら、ここに1、2、3、4入ってるんですよ。ここですね。ここを一区画とすると。ここの交点からここの交点まで、1、2、3、4って入ってるんですよね。この斜方眼が。だから、この一区画に2目ずつ入れようと思ってるんですね。1、2、3、4、5、6、7、8っていう感じですね。そのリズムで、なのでここを決めちゃえばもう全部同じですから。
この一区画に2目ずつ入れていくという感じで、その辺は別に決める決めないは、それは人それぞれだと思うんですけど、私はこの場合は決めたいなと思ったので、そういう考えのもと、まずはこのまっすぐな部分をやっていこうと思ってます。では、ここから刺し子を始めていきます。で、先ほど一区画が2目入るようにって言ったので、まず今交点に差し掛かったんですけれども、その手前のところ一区画を2目入れました。で、次、ここですね。ここは、1、2、3、4、5、6っていう風に入ります。ここの、交点というか、線のぶつかるところまで、ここまでね、6目。そして、ここに2目入るという感じで私は刺そうと思っています。このあたりは、あくまで目安なので、はい、今この段階で6目入りました。あ、そうですね。ここで一回、じゃあ針抜こうかな。ここで一旦針を抜きます。抜いて、で、ここで引いてあげて、糸をなじませる。いいかなっていう感じで。大丈夫かなと。そしたら、じゃあ今度ここからここまで行ってみようと思います。間隔は先ほど説明した通りになります。そして、やっぱここがね、一番の交点になるとこなので、この辺ポンポンポンと出てきますので、この交点はバランスよく通れるといいなというのは意識しながらここを通過します。はい。で、次、線がぶつかるところまで6目で入ろうと思います。はい、6目入りました。一旦、じゃあここで抜きますね。抜いたら、あと次は、外枠にかかるところまでは一気にいけるんじゃないかなと思います。はい。はい、糸をなじませました。こういう感じです。はい、裏から見るとこういう感じです。はい、では、外枠にかかるところまでまず行こうと思います。で、今までの流れで言うと、ここは1、2、3、4、4目入る計算になります。なんとなく通ってる斜方眼をイメージして、その斜方眼の一区画のところに2目入るというふうに考えて、そうするとここからここまでは、今回の場合は4目だなっていうのがだんだん見えてきます。はい。で、今、外枠にかかるところまで来ましたので、一旦針を抜きます。はい。まず直線が外枠にかかるところまで行きました。はい。このような感じですね。次。ここでもしまっすぐだけで行くんでしたら、近いところとなりますので、どっちでも近いんだけれども、上でも下でも近いんだけれども、流れとしては、こっちから、こっちというか、まずここですね。ここにあるので、外枠を沿うように降りてきて、そしてこちらの向きを行く。ざっくりとした流れはそうなんですけど、先ほど言ったように、ここ来てるから、多分後々ここがね、差し残りになっちゃうだろうなっていう予測がつくので、ここの近くの部分に差し掛かった時にここ残ってしまいそうなところ一気にやってしまいたい。と、私は今回考えました。で、そのために、じゃあ効率よくここをね、ちゃちゃちゃっと刺して、ここの流れに行くにはどうするか。これはもう人それぞ
それぞれだと思います。で、私の場合はですね、少々お待ちください。さっきね、こここう行けばいいんだってちょっとルートを考えたんですけど、うん。多分この流れだな。逆算するんですよね。次ここに行くから、ここからこう行きたいから、最終的には。って思うと、ここに近いところとなると、ここから向かうか、こっちから向かうかのどっちかになって、それを考えたときに、逆算すると、例えばここからこう行って、最後がね、最後ここからこう行って、こう行って、で、ここ糸通して、で、こっち行くのがスマートかなと思ったりする。で、だけど、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。だけど、こう、違う。そっちだとダメなんだな。まだここも私もなんかバチッとこういう風に行きますっていうのをなかなか決めかねているというか、行き当たりばったりで行ってる部分もあるので、悩みながらやっているっていうところですね。わかりました。ここが最後こっち来るんじゃなくて最初に行っちゃおうと思ったんだ。こっちに行って、そうですね。はい。そしたら、今ここで止まってるんですよ。ここの裏で止まってるので、次、ここから糸を出して、とにかくここ行きます。はい。すいません。最初と言ってることがなんかね、違っちゃって申し訳ないんですけど、私もこの辺は考えながら、悩みながら、自分なりの正解を見つけながら進んでいるという感じです。今、さらしとさらしの間に糸を通してるんですね。なので、裏からは、失礼しました。裏からは針が出てないです。さらしとさらしの間を、今、糸を1センチぐらいですね。ここを通してあげて、糸をここまで持ってきたんですね。で、ここで一旦引きます。で、引くときも、ここ、急に曲がってるという箇所なので、その糸の流れをイメージしながら引いてあげます。そして今ここに来ましたので、今度は、はい。ここからこっちに向かっていこうと思います。で、ここは同じように2目ずついきますね。まず、この直線で2目入ります。はい。で、糸のぶつかるとこまで来たので、一旦ここで、ちょっとだけ曲がるような感じになります。ここはね、ちょっと曲がる感じになります。はい、曲がる感じになりまして、で、今度ここの部分ですね。ここの部分をこの向きに刺していきますね。はい、まずぶつかるとこまで来ました。で、次。そしたら今度、残ってるのが、ここと、ここが残ってるんですよね。そこをやってあげます。で、そのために私は一旦今ここに糸があるので、ここの頂点まで一旦来ます。一旦来て、ここで重ねて、そしてここだけ戻ります。ちょっと実際やりながらいきますね。
はい。では、やっていくんですけど、ちょっとお待ちくださいね。そうですね。ちょっと悩みどころですね。まあ実際進めてますけど、これで仕上がった時にね、どう見えるかってことを考えた時に、こうすればよかったとか多分ね、出てくると思うんですよね。まあそのあたりが、こればっかりはね、やっぱり、この模様私寄せ模様でやったことあるんですけど、一枚で刺し切るっていう意味では、やったことがないので、これやっぱり一回刺して仕上がりを見て、その針目を見て、次の時はこっちの方がいいなとか多分出てくると思うんですよ。それはね、やっぱり刺していく中で掴んでいくしかないなとは思ってます。だからそういう風に掴んでいけるために今、これをとにかく刺し越しているっていう感じです。で、私の傾向として、どういう指し順にするかって考える時の優先順位高いのは、先ほども言いましたけれども、一回糸を通したら、あまり切らずにできるだけ長く刺し続けたいっていうのがまず一つ。そして、あとはもう一つは、この実線のところが水色のところが実際刺し子するところなわけで、だけど、もちろんさらしとさらしの間に糸を通してショートカットできるとこだってあるわけですよ。例えば、ここまで来て、ここをさらしとさらしの間に糸を通してこっちに行くとかね。今、パッと思いついた例えばの話をしてるんですけど、それだってもちろんできるんですけど、私はできるだけ、この実線に沿った感じでだったら、さらしとさらしの間に糸を通すけれども、横断するような感じでは、できるだけ、どっちか選択が、もしあるんだったら、横断するんじゃなくて、沿わせる方をできるだけ選びたいってことですね。だから、横断するのが悪いっていうことではないです。選択できるんだったら、沿わせる方を選ぶ。でも、それでも厳しかったら、ちょっとここのとこ通すとかはあるかもしれない。そこら辺の、自分の好みの優先順位がどっちが高いかってことを考えたときに、私はあまりというか、沿わせる方が好きなんですよ。沿わせて裏で重ねて、なんとかこの線のところだけを通りたい人です。刺し子する上において。だから、行って、同じとこ戻ってとかをやりがちさんです。でもそれは、そういう風にやる方が好きだからやってるので、その辺は、どういう指し順を選択するかは、それぞれだと思います。なので、その基準をもとにね、なるべく長く差し越したい。そしてできるだけ、もしさらしとさらしの間糸通すんだったら、線に沿わせるところを優先にしたい。この2点ですね。で、その2点を考えた上での、考慮した上での今私差し順で指しているっていうことです。でもそれが、最終的にこれが全部仕上がった後の正解かはわからない。もっとこっち側行けばよかったんじゃないかなとかはあると思う。それを、多分私はこれを差し切った時に、今回はこういう感じでしたって。こういう風に今回は刺してみたんですけれども、次回はこっちの方がいいかもしれませんとか、そういう話になってくるんだと思います。
で、そういうのが出てきて、で、次回に同じ模様を刺すときに、今回刺し子したことを活かしながら、ルートを考える。でも、もしかしたら、今回やる通りに刺し子して、自分の仕上がりが満足いったら、あ、いいんじゃないこれで。っていうふうに思って、次回からも同じように刺し子するんじゃないかなと思います。そのあたりは、どっちにしろ刺し子して、刺してみないとわからないっていうことですね。今は、さっき言ったこちょこちょっとした部分が刺し終わりましたので、長く刺せるところ、長く直線で刺し子できるところに今戻ろうとしてます。はい。ということでできました。今ここから糸が出てますので、次はここからこちらにぐーっと外枠にぶつかるところまで行きます。で、その前に今私は、最初ここまで来たんですよね。ここまで来て、ここの部分をやったんですよ。近いからね。戻ったりなんだりしながらここの部分を刺し子して、で、今やっとここに来たので、今度こっちからぐーっとまっすぐ行く感じです。ここですね、今やったの。で、裏から見ていただきますと、このような感じですね。で、ここを刺し子するときも、ここって、ここでぶつかる、止まるんじゃないんですよ。ここ山になってこういう風にね、向きがあるんですよ。これ、こっちから見ていただくと、ここのことですね、ここ。だからここを差し子するときは、この針目のペース、これを崩さないペースで、ここが繋がるように、だからあたかもですよ。後からじゃない、あたかも、私、ここからこう行って、ここまっすぐこういう風に行きましたよ、みたいな風に見えるように、ここをね、見せるつもりです。つもりです。止まってますけど。ここで戻ったんですけど、今は本当はね、実は戻ってるんですけど、いや、私ここからここまっすぐこうやって刺してますよ、みたいな、しれーっとそういう風に見えるように私は、後々できるようにと思った計算のもと、これを裏のね、針目とかも考えました。で、今通過しました。ということです。これが本当にそういう風に見えるかどうかは、実際今度ここのところを差し越していくと答えは出てくるんじゃないかなと思います。それを全部でやってるんですよ。今、こっちの端っこ、こことかもね。こことかも、それも想定してやったので。はい、今、とにかくここまで来ましたので、じゃあ少しまっすぐ行ってね、流れを作るところまでやりますね。はい、ここもまず2目。一区画に2目入れました。一旦ちょっとここで抜きますね。糸の調子を整えます、ここで。はい。最後ね、引く最後のところは柔らかく引くっていうのを心がけてます、私は。はい、次、ここに、一区画に2目入り、ここは、交点になりますので、この針目がこう、侵入する時の針目のバランスですね。そこを考えながら今、入りました。はい。じゃここまで来たので、一旦抜こうと思います。はい、ここですね、最後のところね。最後のところをふわっと着地みたいな感じでやってます。今ここのとこ来ましたね。とにかくギュインとは引かない。ふわっと終わるような感じで私は糸を引きます。引くことを心がけています。それはなぜかというと、どうしてもこの糸の通りが
窮屈だと、それが仕上がった時の付近に影響するなぁと思うからですね。なので一回一回ごとの引き終わるくらいの時のこの最後のね、ここの最後の引きを優しく着地するイメージでやってます。もちろん糸こきも大事なんですけど、私はなんかどっちかというと引く方が気になるタイプです。はい。ということで、ここまでにします、今回は。はい。じゃあ最初と同じ向きにしますね。一番最初見ていただいたのこういう向きだったんですね。それで、今回は、この辺りまで最初に来てたんですよ。だからここの続きをまず、外枠にかかるところまで直線で行きました。で、その後に、ちょっとね、迷ったんですけど、どうやってここを通っていくかっていうのを考えながらやりました。はい。まずここに来たんですよね。で、糸を通して、まずは、ここですね。今線でなぞってるところを行く。ここぶつかる。ぶつかったらここ曲がる。そしたら同じところ戻って外枠まで行く。そしたらこの2目分もここまで行って2目刺す。で、戻ったら今度は少しだけさらしとさらしの間に糸通して、ここですね。ここまで来る。ここまで来たらこの直線上を差し子する。こうですね。こちらの向きに差し子する。そして今ここに糸があるので、次は、ここからは私のもう宿題になってはいくんですけれども、今ここにあるので、ここからここまで行くと。で、その時の糸の状況でそこでストップするか、ここの近くのこのこちょこちょっとした部分ですね。ここを差し越して、そこまでにするか。それは実際に残ってきた糸の様子で判断しようと思います。ただそれをやったら、あとは道なりに戻っていく。という感じですね。ここまで。で、それの繰り返しです。なので、できるだけ私この外枠から外枠まで、縦でも、外枠から外枠という斜めでも、とにかく直線でひたすらまっすぐ進めるところ。で、なおかつ効率よくね、できるだけぶつかったところではここで切るんじゃなくて、つなげる糸が残ってるんだったら。そういうルートがどこかなっていうのを、見ていきながら、順々にその部分をまずは差し越していこうと思います。そこまでは私の宿題で。で、ここはまだはっきりしてないんですけれども、次回の時にこの中側のこちょこちょした部分をやっていこうかなと。それ、ちょっとわかんないですね。はい。とにかく霧のいいところまで、自分なりに差し子を続けてみようと思っています。ということで今回は変わり飛車紋亀甲の3回目ですね。今回から実際に差し子入りました。そこの部分を動画で見ていただきました。本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。